どうも、なんとか重工のとこです。今回はジャイロ効果についてやっていきたいと思います。ジャイロ効果というのは主に次の3つの性質のことを指します。1、外部からモーメントが加わっていない限り自転軸の方向を保つ性質。2、自転軸の角運動量が大きいほど姿勢を変えにくい性質。3、外部から自転軸を回すようにモーメントが加えられるとき、モーメント軸及び自転軸の両方と直行する軸について触れ回り運動をする性質。一輪車及び自転車やオートバイなどの二輪車では走行時の安定に寄与し、ジャンプ中の空中での姿勢変化にも現れる。ヘリコプターのローターや円盤のこぎり、草刈り機などでもこの効果が顕著に現れる。転がるコインやヨーヨー、コマなどの挙動にも影響があるです。靴の中に気分入った。
はい、というわけで部品が完成したので組み立てていこうと思います。使うベアリングは、こんな感じのすごい、ちっちゃいベアリングですね。内径が6パイで外径が10パイ、厚みが4ミリだったかな、忘れましたけど、そのくらいのベアリングです。はい、こんな感じでベアリングが入りました。ちゃんとね回転するので大丈夫ですね。でもう1個は、こっちに入れようかなと思います。こっちの一番奥に先に入れて、組み立てようかなと思います。これまた入れにくいな。誰やこの設計したん。あ、意外と入った。これを、一番奥まで入らない。はい、一番奥まで入りました。これでこの2つの部品を組み合わせると、よいしょ。完璧。ベアリング入れる時にね、ちょっとねゴミが噛んだのか分かんないですけど、若干ねガラガラ、音が言います。でもね結構しっかり回るんで、問題はないかなと思います。で、今からですね、ここの非常に小さい穴、見えないけどこのちっちゃい穴に、糸をですね、通してこのジャイロゴマを回してみたいと思います。いきます。3、2、1、ゴーシュー。はい、というわけでこちらジャイロ X2 スト中期型を購入しました。実はですね、今年の1月ぐらいに中古で約車両価格2万円ほどで購入した車両になります。でこちら不良のね、不動の状態で購入したバイクなんですけど、自分で動画界の方でレストアして、走るようになったという感じです。綺麗な見た目、もうこれ綺麗ですよ。これ今綺麗に見えないかもしれないですけど綺麗にしたんですよで、かなりねやれてて、前輪後輪ともにパンクしてたりとか、そもそもエンジンがね、始動しませんでした。最初は、キャブレーターもねオーバーホールしてもダメで、どこか悪いんか見てたら、なんとねこのエアクリーナーっていうなんかスポンジみたいなの入ってるんですけど、本来それが入ってるはずのものが、入ってなくて、その燃長ってその空気との混合のあれでエンジンがかからなかったという状態でした。ただですね、本当にひどい状態で、さっきも言いましたけど前後輪ともにパンクしてたりとかで、前輪はもうそのパンク直すついでにですね、もともとはチューブタイヤが入ってるんですけどチューブレス化しました。でホイールなんかも艶消しブラックで塗りましたし、こういったねブラケットキャリアとかも艶消しブラックで塗ってます。でミラーも買った時は片方しかついてなくて、しかもバキバキに割れてるやつみたいなのだったんですけど、新しいのね購入してつけたりしてます。でシートもね、ボロボロ中古バイクにありがちななんかカッターナイフで切られたようなね跡があって、すっごい汚くて絶対座りたくねえなみたいな状態だったんですけど、このね革のやつを貼り直してすごい綺麗になった方なんですよ、これでも。でエンジンかかるようになったはいいんですけど、くっそ遅かったんですよ。出だしがめちゃくちゃ遅くて、本当に歩いた方が早いぐらいだったんで、ちょっとこれはなんか怪しいなと思ってこの駆動系ね、ばらしてみました。そしたらですね、ウェイトローラーとか、スライドピースがもうこんなごなに砕けてまして、ひどい状態でした。ベルトとかはね切れてなくて、走ろうと思えば走る状態であったんですけど、それはね全て交換して、今だと普通に平地だと50キロだったりとか走りますし、加速とかね最初の初動もビュンと走るようになってます。で、今後ねこの
ジャイロで何をするっていうのは特別ないんですけど一応僕が考えてるのは最近ミニカーっていうミニカー登録っていうのが最近じゃないんですけどね結構、ブームになっててずっとどういうことかっていうとこれ原付で 50cc なんですけどこのねリアにある2つのタイヤのトレッド幅っていうのかなそれを、あと数十ミリ外側にオフセットしてあげるだけで、ミニカー登録っていう青色のナンバーの、区分になることができるんですよね。でそれをするとヘルメットをかぶらなくてよかったりとか2段階右折しなくてよくなったりとかあと30キロ制限も原付なんですけど30キロ制限がなくなるとか結構ね乗りやすくもなるんですよ。ただ免許区分が変わって、自動車運転の普通免許が必要になるとか、そういったね区分が変更になったりとかあるんですけど、でもファミリーバイク特約は使えたりみたいな結構ねメリットがすごいあるんですよその幅を変えただけで。なんで、そういった風にしようかなとか思ってます。ヘルメットはね絶対つけましょう。死ぬんでマジでこれすっぱだかじゃないけどね丸出しに乗ってて絶対死ぬんでヘルメットはさすがにつけた方が、いいと思います。まあそんな感じでちょっとねキャンプ仕様にしようかなとかねここにでっかいカゴつけてちょっとキャンプにも行けるような、バイクにしようかなって勝手に、思ってたりもしております。はいこんな感じでいいですかね。走行距離はですね2万キロぐらいで、ちょっとエンジンかけてみましょうか。ツーストなんで結構ねツーストだなっていう感じがしますね。こんな感じで非常に元気あってで、ちょっとねこれ三輪バイクで面白いのがちょっと向き変えますね。これねバンクするんですよ。僕買ってから気づいたんですけどねこれ三輪だからどうやって曲がるんだろうと思ってたらハンドルがねもちろん切れるんですけどこれタイヤバンクしてるのこれね分かります？左右にこれバンクするんですよ。これ面白くないですか？ここの機構とかちょっとね後ほどというか、じっくり観察して、どんな風になってるのかなとか個人的に興味があって、買った後ですけど、ちょっと驚きましたね。なんかこんなバイクあるんだと思って。ジャイロもね3兄弟あってジャイロ X、ジャイロキャノピージャイロアップっていろいろあるんですけどそれぞれねここの機構は一緒かなこっちかななんか機構はちょっと違うらしくてこれ荷台がねバンクさせると荷台傾いちゃうんですけどジャイロアップは荷台が傾かないようになってるとかなんかいろいろ違いあってジャイロ3兄弟ね面白いなと思ってなんか遊べるバイクいいなと思ってお金もかからないしその部品はねもうあんま出ないんであれなんですけどそういうバイクが欲しかったんで、購入した次第です。ちょっと一気にこう喋りすぎてもうね息が切れちゃいましたけど、そんな感じとなっております。いきます。3、2、1、ゴーシュー。これね動画じゃ伝わらないと思うんですけど僕が回してるんじゃなくてコマが回してるんですよ。コマに回されてるんですよ。非常になんか気持ち悪い感じ。ほらほぼ支えてないでしょ。ほぼ支えてなくてもほら回っちゃう。これがジャイロですね。はい伝わらんやろな。もうでもまさにこれがジャイロ。ほらほらほら。で今シャーって言ってるんですけどこれ置くと静かになるんですよ。これいっぱい穴開いてるからね落ちちゃうんですけど、またこうやって掴むと音がこれ移動できるコマなんですよ。これ好きなとこに置けちゃう。意外とよくできましたね。ちなみに反対裏もいけますよ。入っちゃった。入っちゃっても回る。入っちゃっても大丈夫。おお。